皆さん、こんにちは。私のチャンネルへようこそ。レストランでの丁寧な注文の仕方。すみません。少しお尋ねしたいのですが、このメニューにある天ぷら定食というのは、具体的にどのような料理なのでしょうか。初めて注文するので、内容を詳しく知りたいのですが。はい、かしこまりました。天ぷら定食は、揚げたての天ぷらを主菜とした定食で、天ぷらの盛り合わせに加えて、ご飯、味噌汁、小鉢、お漬物がセットになっております。天ぷらには、エビ、ナス、かぼちゃ、ししとうなどの野菜が含まれておりますが、季節によって具材が変わることもございます。なるほど。それはとても美味しそうですね。サクサクとした食感が楽しめそうです。天つゆか塩でいただく形でしょうか？はい、天つゆと大根おろしを添えておりますので、お好みでお召し上がりください。また、塩もご用意しておりますので、素材の味を楽しみたい場合は、塩でお召し上がるのもおすすめです。そうですか。それは魅力的ですね。では、その天ぷら定食を一つお願いします。かしこまりました。天ぷら定食を一つですね。他に何かご注文はございますでしょうか？そうですね。せっかくなので、もう少しバランスの良い食事にしたいと思います。例えば、サラダを追加することはできますか？はい、もちろんでございます。当店では数種類のサラダをご用意しております。和風ドレッシングの海藻サラダごまドレッシングを使用した豆腐サラダ、さっぱりとした味わいの大根サラダがございますが、どちらになさいますか？どれも美味しそうですね。では、豆腐サラダをお願いします。ごまドレッシングが好きなので、それに惹かれました。かしこまりました。豆腐サラダを追加でご注文ですね。他にお飲み物などはいかがでしょうか？温かいお茶や冷たい緑茶、またはソフトドリンクなどもご用意しておりますが。そうですね。温かいお茶をお願いできますか？かしこまりました。温かいお茶をお持ちいたします。それでは、天ぷら定食、豆腐サラダ、温かいお茶のご注文でよろしいでしょうか？はい、それでお願いします。ありがとうございます。お料理が出来上がりましたら、お持ちいたしますので、少々お待ちくださいませ。よろしくお願いします。就職面接での自己アピール。本日はお忙しい中、お時間を頂戴し、誠にありがとうございます。私はレイレイと申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。こちらこそご足労いただきありがとうございます。では、まずはじめに自己紹介をお願いできますか？これまでのご経歴やご自身の強みなども交えてお話しいただければと思います。はい、かしこまりました。私はレイレイ大学にて経済学を専攻し、特にマーケティング戦略に関する研究に力を入れてまいりました。在学中に企業でのインターンシップに参加し、実際のビジネスの現場でマーケティングの実務を経験する機会を得ました。この経験を通じて、マーケティングが単なる理論ではなく、データ分析や顧客心理の理解が重要であることを学びました。今回、
記者のマーケティング職に応募したのは、そうした知見をさらに深め、実践的なスキルを磨きたいと考えたからです。なるほど、マーケティング分野に対する強い関心がうかがえますね。では、具体的にどのようなプロジェクトに携わったのか、詳しくお聞かせいただけますか？はい、インターンシップでは、企業の新商品プロモーションに関する市場調査を担当いたしました。特に、ターゲット層の思考や購買傾向を分析し、それに基づいた広告戦略の提案を行いました。その結果、デジタル広告の効果を高めるために SNS を活用したキャンペーンを企画し、実施したところ、エンゲージメント率が従来の施策と比較して約 20% 向上するという成果を出すことができました。この経験を通してデータに基づいた戦略の重要性を改めて実感し、より効果的なマーケティング施策を立案する力を養うことができたと考えております。それは非常に興味深いですね。実際に効果を出された点は素晴らしいと思います。では、もし当社に入社された場合、どのような目標を持ち、どのように貢献したいとお考えですか？まずは、記者のマーケティング戦略や業務フローをしっかりと理解し、即戦力として貢献できるよう努めます。その上で、自分の強みであるデータ分析と市場調査のスキルを活かし、より効果的なマーケティング戦略の立案に関わりたいと考えています。また、チームワークを大切にし、周囲の方々と協力しながら、新たな施策の成功に向けて尽力したいです。加えて、将来的にはデジタルマーケティングやブランディング戦略にも積極的に携わり、記者の事業成長に貢献できるような存在になりたいと考えております。その意気込みは素晴らしいですね。最後に、当社で働くことに対して、特に期待していることや挑戦したいことがあれば教えていただけますか？はい、記者は業界内でも先進的なマーケティング手法を取り入れておられる点に強く魅力を感じております。特にデジタルマーケティングの分野でどのような戦略を展開されているのかを学び、自身のスキルをさらに高めたいと考えています。また、グローバル市場にも力を入れておられると伺っておりますので、将来的には海外市場向けのマーケティング施策にも関わることができればと思っております。よく理解しました。これまでの経験や目標が明確で、とても好印象を受けました。本日の面接は以上となります。選考結果につきましては、後日改めてご連絡いたしますので、それまでお待ちいただけますでしょうか？かしこまりました。本日はお忙しい中、お時間をいただき、誠にありがとうございました。記者のことをより深く知ることができ、大変貴重な機会となりました。結果をお待ちしております。こちらこそ本日はありがとうございました。それではまたご連絡いたします。少子高齢化と日本社会の未来。最近、日本の社会問題について考える機会が増えてきたんですが、特に少子高齢化の問題についてどう思いますか？このままの状態が続くと、日本の将来にどのような影響を及ぼすのでしょうか？それは日本にとって非常に深刻な課題ですね。
少子化が進むことで労働人口が減少し、経済成長に悪影響を及ぼしますし、高齢化の進展によって社会保障制度の負担がますます重くなることが懸念されています。特に年金制度や医療費の増加は大きな問題です。確かに医療や介護の問題も深刻になっていますよね。高齢者が増え続ける一方で、介護を担う人手が不足しているという現状を考えると、このままでは制度自体が持続不可能になってしまうのではないかと思います。そうですね。特に介護職の人手不足は深刻で、待遇改善や外国人労働者の受け入れ拡大などの対策が求められています。また、少子化対策として、若い世代が結婚や出産をためらわないような環境を整えることも不可欠です。例えば、どのような対策が効果的だと考えますか？私は、まず育児支援を充実させることが重要だと思います。例えば、保育園の整備を進めたり、育児休業の取得をもっと柔軟にできるようにしたりすることが必要です。また、長時間労働の改善も重要なポイントですね。労働時間が長すぎると、家庭との両立が難しくなり、結果的に結婚や子育てを諦める人が増えてしまいます。確かに、日本の労働環境はまだまだ厳しい部分が多いですよね。特に共働きの家庭では、仕事と育児の両立が大きな課題になっていると聞きます。もっと柔軟な働き方ができれば、子育ても楽になるのではないでしょうか。その通りですね。リモートワークの普及やフレックスタイム制度の導入を進めることで、仕事と家庭のバランスを取りやすくすることができます。それに加えて、企業側の意識改革も不可欠です。例えば、育児休業を取ることに対するネガティブなイメージをなくし、男性も積極的に育児に参加できるような環境を整えるべきです。なるほど。そうすれば、育児の負担が一方の親に偏ることなく、より多くの人が安心して子供を持つことができるかもしれませんね。そうですね。そして、少子化が改善されれば、将来的に労働力の確保もできるようになりますし、経済も活性化する可能性があります。高齢化が進む社会だからこそ、今の若い世代が安心して生活できる環境を整えることが、社会全体の安定につながるのではないでしょうか。確かに、社会全体が支え合いながら成長できるような仕組みを作ることが大切ですね。政府だけでなく、企業や個人も意識を変えていくことが求められる時代なのかもしれません。まさにその通りですね。個人ができることは限られていますが、一人一人が問題意識を持ち、少しずつ行動を変えていくことで、大きな変化を生み出すことができると思います。そうですね。今日はとても勉強になりました。改めて少子高齢化について深く考えるきっかけになりました。私も貴重な意見を聞けてよかったです。これからも社会の変化に注目して、私たちに何ができるかを考えていきたいですね。もし私のチャンネルが気に入ったら、ぜひチャンネル登録してください。では、次の動画でお会いしましょう。